はいどうも、ビバです。アクアリウムを始めるときに、まず水槽を選ぶ必要があります。アクアリウムの水槽はサイズ、材質、形状、様々ありますが、小型の水槽で人気なのが球状の水槽とキューブ型の水槽です。どちらも捨てがたい魅力的な水槽ですが、球状ボトル水槽とキューブ水槽、それぞれどんな特徴があるのか徹底比較していきたいと思います。今回比較対象とするのはこの2つの水槽です。左がチェックスグラステリアフィット150プラス、右がチェックスグラスアクアティア。同程度の水量を持つこの2つの水槽の良い点悪い点を比較していきます。今回は比較一覧表を作ったので、それを見ながら紹介をしていきます。キューブ型水槽としてチェックスグラステリアフィット150プラス、球状ボトル水槽としてチェックスグラスアクアティアを比較対象とします。まずグラステリアフィット150プラス。こちらは水量約 3.5 リットル。水槽サイズが幅15センチ、奥行き15センチ、高さが20センチとなっています。ガラス圧は約4ミリ。ガラス蓋も付属していて、こちらのガラス圧は約3ミリとなっています。水槽マットは付属していません。その他付属品として、蓋受けリフトとシリコンスペーサーが付いています。ガラスの継ぎ目についてはシリコンで接着されています。使用可能なフィルターは底面フィルター、投げ込み式フィルター、外掛けフィルター、中狭くなりますけどコーナーフィルターも使えます。メンテナンス性は高いと思います。鑑賞時の特徴として平面ガラスなので内容物がクリアに見えます。参考価格は2140円。球状ボトル水槽のグラスアクアティア。こちらは水量約4リットル。水槽サイズが幅20センチ、奥行き20センチ、高さ20センチとなっています。ガラス圧は約2ミリ。ガラス蓋、水槽マット、その他付属品はありません。ガラスの継ぎ目については一切ありません。使用可能なフィルターは底面式フィルターと投げ込み式フィルターになります。メンテナンス性は開口部も狭くて曲面ガラスなのでスクレーパーが使用できず、メンテナンス時はちょっと大変です。鑑賞時の特徴としてはレンズ効果で内容物が拡大するのと水槽の端に行くほど湾曲して見えます。参考価格は古いパッケージのものが1480円、新しいパッケージのものが1850円です。これは外箱が違うだけですね。続いて個人的意見ですが、良い点悪い点をご紹介します。まずグラステリアフィット150プラスの良い点。平面ガラスで鑑賞がしやすいです。動画や写真の撮影もしやすいです。ガラス圧が4ミリで割れにくくて安心です。開口部が広いのでレイアウト、植栽、メンテナンスがしやすいです。スクレーパーなどのメンテナンス用品が使えるのでガラス面の苔掃除が簡単です。密閉ガラス付きなので魚の飛び出し事故などを防ぐことができます。またスペーサーも付いているので隙間を空けることができます。ヒーターなどのコードを通すことができます。底面積が縦横15センチあるので設置時の安定性が高いです。悪い点としてはシリコンが劣化すると水漏れの危険性があります。またガラスの角はぶつけると欠けやすいので注意が必要です。そしてグラスアクアティアの良い点ですが、球状ボトル水槽のポイント、見た目が可愛いです。シリコンがないので水漏れの心配がありません。360度どの方向からも鑑賞できます。レンズ効果で内容物が大きく見えるので小さい生態も観察しやすいです。また屈折を利用してヒーターなどの内容物を隠せます。そしてやっぱり見た目が可愛いです。悪い点ですが、ガラスが薄くてぶつけると割れやすいです。洗浄時にひねり洗いをして割れてしまうという事例もあるみたいです。底面積が狭くて揺れに弱い印象があります。平面ガラスと比べて内容物が歪んで見えます。そしてピントが合いづらいので撮影が難しいです。そして曲面ガラスなので撮影時の映り込みから逃げることができません。また開口部が狭くてレイアウト、植栽、メンテナンスがしづらいです。曲面ガラスなのでスクレーパーが使えずガラス面の苔掃除が大変です。ガラス蓋が付属していないのも残念です。ジェックスさんからは別売りの蓋も発売されています。床設置面積が狭いのでシートヒーターの加温効率が悪いです。今の比較の中で球状ボトル水槽の拡大効果と内容物が隠せる部分分かりづらいと思う方もいたと思うので、実際にこの水槽で見てみたいと思います。まず内容物の拡大効果ですね。今中にヒーターが入ってるんですけど、かなり目立ってますよね。今水槽の真ん中ら辺に入ってるんですけど、これの実際のサイズはというとこんなもんですね。どうでしょうか。今水槽の中に入ってる部分と水面から出てる部分、大きさめちゃめちゃ違いませんか。これが内容物の拡大効果ですね。
水槽の手前にあるものについてはそれほど大きさは変わらないんですけど、水槽の奥の方へ行くとどんどん拡大されます。幅 1.5 倍ぐらいになってますかね。そして内容物を隠せるというのが球状ボトル水槽の特徴なんですけど、このヒーターを水槽の側面に持っていきます。そうするとどうでしょう。ヒーターほとんど消えましたよね。今どうなっているかというと、こんな感じで水槽の側面に配置しています。これが正面から見るとほとんど見えなくなります。これを利用すると水槽内で見せたくないヒーターとかを上手に隠すことができます。これは平面ガラスを使ったキューブ水槽とかにはできない球状ボトル水槽ならではのメリットかと思います。そして今回触れるかちょっと迷ったんですけど、一応軽く触れておきます。球状ボトル水槽のような曲面ガラスを使った水槽は収斂火災にご注意ください。収斂火災というのは光が屈折して1箇所に集まった時にそこに燃えやすいものがあった場合に発火してしまう、それが原因で起こる火災のことです。わかりやすいのは虫眼鏡とかで太陽光を1箇所に集中させて黒い紙を燃やすとか、それと同じ現象が水槽でも起こり得ます。とはいえ通常通り使用していればなかなか起きる現象ではありません。通常の使用では水槽の上に LED ライトを設置して真上から明かりを照らします。これだと特に光が集中している場所はありません。ただこの水槽の隣に別の水槽があった場合に、例えば横から光が差し込んだ場合、この場合はだいぶ光が集まっているのがわかります。もっと強い LED ライトで角度とか距離が整うと球状ボトルで屈折した光が1箇所に集まってそこに燃えやすいものがあったら発火する危険性があります。とはいえ LED ライトではほとんど収斂発火とかは起きないんじゃないかなと思うんですよね。球状ボトルを使っていて収斂火災が起きるその条件は直射日光の当たる窓際とかに置いている時です。これは太陽の光がものすごく明るいことと太陽の位置が常に変わるためにどの場所どの時間帯で光が1箇所に集まるか予測しづらいためです。この LED ライトによる光の収束については設置時に確認すればいいだけなので、太陽光の当たらないところにある水槽についてはほとんど心配はないと思います。通常のキューブ水槽でも球状のボトル水槽でも直射日光に当たるところに設置するのは推奨されていないので一般的には問題ないと思います。ただ念のため球状ボトルだと収斂火災が起きうるので軽く触れさせていただきました。というわけで今回はキューブ水槽と球状ボトル水槽の比較動画でした。それぞれの水槽の特徴と個人的に良い点悪い点を比較してみました。こういった小型の水槽は本当にサイズ、種類、形状豊富に揃っています。個人的に使ってみるとやっぱりこういった四角い水槽の方が使い勝手はいいんですけど、球状ボトル水槽の見た目、これに惚れてしまった人は球状ボトル水槽を選んでみるのも良いかと思います。というわけで今回の動画は以上です。もし役に立ったという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。